はい、どうもこんにちは。連日工作です。今日はですね、樹脂の種類とそれから色についてお話ししたいと思います。どんな特徴があるのかをずらっと並べてみました。これが一番標準的なフレンズポリという国産の樹脂になります。比較してみましょうか。見えますかね。こんな感じですね。色がだいぶ違うのが分かると思います。国産の18キロのこの樹脂って結構お値打ちで本当によく出てる樹脂になります。で、台湾産とこの国産どう違うのかよく聞かれるんですけれども、こっちが比較的お値打ち、こっちがですね、どっちかというとオーバースペック気味になります。色を見てもらうとですね、全然違うようです。こちらの方がどちらかというと色味が綺麗で、かつ収縮が少ない。じゃあ国産はメリットないのって言われるんですけれども、台湾のやつっていうのは暑い台湾っていう国からコンテナに入れてですね、1ヶ月とかかけて日本に運ばれてくるわけで、その間にやっぱり鮮度っていうものに関しては若干落ちてしまう傾向があるので、国産という面についてはそういう鮮度的なものっていうのはメリットがあるかなと思います。で、これがクオリーポリっていう、同じく台湾のやつですね。こちらも非常に色が綺麗ですね。赤みが少ない方が、綺麗に見えやすいという特徴はありますね。国産の船舶用樹脂ですね。樹脂とどう違うのと。で、一般的な船の修理っていうのは別に先ほど見せた一般的な樹脂で全然問題ありません。ノープログラムです。で、じゃあこれ何が違うのって言いますと、例えば大きい船を造船でですね作る時をイメージしてもらうと分かるんですが、大きい船って部分やってくれないので大きい面積をいっぺんにやるので、急に固まってもらっては困るわけなんですね。なので普通の樹脂っていうのはこうずっときて一気にガーンと固まるんですけれども、この船舶用の樹脂に関して言うとどちらかというと緩やかに効果が始まっていくっていうこと、大面積やりたい場合は非常に使い勝手がいいっていうのがこの樹脂になります。はい、では次、防水樹脂ですね。ちょっと比較で見てみましょう。若干ですね、ドロッとしてるのが分かる。これですね、シリカ粉末っていうのが実はこの台湾樹脂、防水樹脂にですね入ってます。でシリカが入ってると何が違うのっていうとですね、壁面に塗った時が違うんですね。壁面で垂れづらくするためにどうしたらいいか、あんかけみたいにですね片栗粉をまぶして粘度を上げていけばいいじゃないかっていう考え方があると思う。ただですね、そうするとどういう問題が起こるかというとですね、混ぜにくくなるわけですね。練り飴みたいになると非常に混ぜづらくなる。これに入っているシリカっていうのはどういう機能を付与するかってまして、別の動画にも上げてるんですが、ぐるぐる混ぜる時っていうのは各その素材がですね手を離して独立している。で、ある一定の静止状態になるとですね、バッと手をつないで安定する。つまりどういうことかというと、ぐるぐるかき混ぜてる時とか塗ってる時は非常に柔らかいんですが、それが終わるとバッと安定して壁面に固定される。これイメージしづらいですが、例えばホイップクリームとかケチャップとかそれからマヨネーズって硬くはないけども壁面には垂れづらいですよね。で、逆に練り飴っていうのは非常に硬いですけども逆に垂れやすいとか、そのケチャップとかの要素を付与しているのが防水樹脂になります。なので壁面に塗りやすかったりします。で、こちらが台湾の樹脂になりますね。赤みが強いです。で、もう一個の特徴が実はありまして、パラフィンの添加量がでパラフィンワックスっていうのが、一応入ってまして、手で触ってですね、放課後ですね、ベタベタしづらいっていうのはある。で、それが入りすぎてると上からトップコートっていう塗料みたいなのを塗った時にですね、ペリペリ剥がれてきてしまうので、ペリペリ剥がれにくくてかつ、ツルツルしてるっていうその2つの機能を合わせているのがこの防水樹脂になります。このクオリーの透明タイプですね。赤みがだいぶ違うのがこれですね。一般タイプちょっとね赤みが抑えられてます。
で、このフレンズハイクリアレジンですね、非常に透明度が高いのが分かると思います。青みがかってるんですよね。で、青みがかってるとですね、してあるタイプとしてないタイプ、こっちがプレーンですね。これパラフィン添加するとこんな感じになります。パラフィンっていうのは、ろうそくのろうみたいなものを土弁で溶かしてやるような素材になりますので、入れれば入れるほど透明度は実は下がっていきます。で、これ入れた状態ですね。透明クリア樹脂、だいぶ違いますよね。で、これがプレーンの透明クリア樹脂で、こちらがパラフィンワックス添加タイプになります。こんな感じですね。カーボンのクリア樹脂です。クリアっていう割には結構ついてるのが特徴なんですが、でカーボンってポリエステル樹脂と非常に相性が悪くてですね、ペリペリ剥がれてくるんですけれども、比較的相性がいいというのがこのカーボンクリア樹脂になります。超低収縮樹脂ですね。フィラーががっつり入っておりますので、重いですね。比重も重くて安定している樹脂になります。理論値ですね、ほぼ無収縮。例えばこのフレンズポリ、ベーシックなフレンズポリだとですね、効果も大体1000収縮率で6とか 8% ぐらいへこむんですけれども、透明クリア樹脂が約 2% で、この超低縮が理論値で0に近い 8%、6から 8%、2%、0%、がっつりフィラーが入っているので、色が濁っているのと、比重が重いという特徴があります。それにゲルタイムが長い、効果まで時間があるというのが和紙用ですね。アート用の2種類あります。A、B の開発中のものがあります。そして二液硬化タイプの FR クリアレジンですね。これはこんな感じですね。ちなみにこの樹脂は二液で硬化されているので、平均の方が多少色がかかっています。これを2つ、混ぜることによって硬化させるというような樹脂。